こちらでは、21歳のイラストレーター、みちこの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、ステージの光とスケッチブック。竹内みちこは、中学の頃から地元、春日井市の小さなライブハウスに通っていた。最初はただ音楽を聴きに来ていたが、絵を描くことが好きなみちこは、いつしか演奏者の表情や演奏する姿をスケッチするようになった。SNS に絵を載せれば、知らない誰かがいいねをくれる。それが嬉しくて、ライブに行くたびにペンを走らせた。ペンネームは、ライブハウスのイラストよ。フォロワーは5000人を超え、今では、春日井のライブハウスの絵描きファンとして少し噂になっている。正体は明かさない。ただ、ライブハウスの端でペンを走らせる彼女の姿は、現地ではよく知られていた。イラストレーターとして就職した今も公表はせずに、ライブハウスファンの間で共有する秘密のような出来事になっている。仕事帰りの金曜夜、みちこはその日もライブハウスに足を踏み入れた。暗い階段を降りると、湿った空気と甘いタバコの匂い、そしてリハーサルの音が耳をくすぐる。この感じ、落ち着く。今夜はずっと追いかけているベテランバンドの演奏と、高校生バンドトワイライトのデビューライブ。正直、名前だけじゃピンとこない。でもせっかくなので、いつものようにドリンク片手にスケッチブックを膝に置いた。照明が落ち、緊張を隠せない高校生4人がステージに並ぶ。そして、ベースの低音は腹の底にずっと響いた。視線の先で、黒髪の少年が真剣な顔で指を走らせている。荒削りなのに、妙に心をつかむ音。誰？この子。曲が終わるたび、観客が、お、とざわめく。気づけばみちこは、そのベーシストを夢中でスケッチしていた。指の動き、汗の光、ちょっと不器用な笑顔まで、線が勝手に走る。帰宅も、その絵を SNS に投稿すると、数時間後に DM が届いた。はじめまして、高校2年の音羽源太です。あなたの絵、いつもインスタで拝見して、俺、あなたのファンなんです。それで、この絵、俺ですよね。嬉しすぎます。興奮が文字から溢れていた。さらに彼はこう続けた。次のライブで、直接お礼言わせてください。2週間後の金曜、またライブハウスへ。ステージを降りた健太は、タオルで汗を拭きながら駆け寄ってきた。ライブハウスのイラスト屋さんですよね。すごい、本物だ。本物って、私は怪しい生き物か何か。いや、あの絵の人だって思うと、その笑顔に、なんだか拍子抜けする。もっと尖ったタイツかと思ったら、犬みたいに人懐っこい。本当に、あの絵、宝物です。ありがとうございました。そんな大げさに。でも、喜んでもらえてよかった。そこから彼は、ライブのたびに話しかけてくるようになった。自己紹介をして、互いに名前で呼び合うようになった。練習で毛が切れた話や、文化祭でレースとアンプ機材を担いで廊下を走った武勇伝。高校生らしい無邪気さに、みちこはつい笑ってしまう。そして、何度目かのライブの後、客が帰り、片付けが始まる頃、源太が急に真顔になった。竹内さんって、彼氏とかいるんですか？ね？いないけど、どうしてそんなことを聞くの？少しの間を置いた後、源太はまっすぐな瞳でみちこに告げた。俺、竹内さんのこと好きです。俺と付き合ってもらえませんか？お願いします。告白？あまりにも直球すぎて、心臓が跳ねた。けれど相手は高校生。現実が、みちこの感情に冷静さを与える。ありがとう。でも、源太、まだ高校生でしょ？年なんて関係ないっす。でも、私は社会人だし、いろいろと、ね。その言葉に自分でも苦いものを感じた。健太の瞳はまっすぐで、嘘も打算もない。それでも答えは出せず、みちこは笑ってごまかすしかなかった。季節が進み、数ヶ月後の金曜の夜。健太のバンド、トワイライトの演奏は見違えるほど成長していた。ベースの低音が会場を揺さぶり、観客が拳を突き上げる。健太の音はしっかりとバンドを支え、
彼自身も音に溶け込むように笑っていた。その様子に観客も熱を上げ、着実にファンを増やしていた。終演後、玄太に呼び出されたのは、駅近くの小さな公園。秋の夜風がひんやりと頬を撫でた。今日も、すごかったよ。ほんと？ありがとう、みちこさん。俺、みちこさんに褒められるのが一番嬉しい。もう、この子は本当にこういうことをすっと言うんだから。照れ隠しにうつむくみちこの前で、玄太は深呼吸をした。みちこさん、じゃあ俺、もう一回勇気を出して言うね。彼は深呼吸して、真剣な顔をした。俺、みちこさんのこと、本気で好きだ。告白は3回目だし、今度こそ逃げないで答えて。俺と付き合ってほしい。胸がキュッとなる。初めて会った日の無邪気な笑顔、レースを引く横顔、EM でのはしゃぎ方、全部が頭を巡る。するよ、そんなまっすぐ言われたら。気づけば、目の端が熱くなっていた。みちこさん、俺のこと、嫌い？嫌いなわけ、ないじゃん。二人の間穏やかな風が吹き抜ける。じゃあ、俺と、付き合ってくれる？うん。彼が照れくさそうに笑う。そして二人は、そっと唇を重ねた。夜風が、少しだけ暖かくなった気がした。あ、私、これで本当にいいのかな。でも、今は、それからも、みちこはライブハウスに通い続ける。ただ一つ変わったのは、描く対象が、春日井の影の絵描きが趣味で選ぶ演奏者ではなく、恋人、音羽玄太になったことだった。その笑顔を、これから先もずっと描き続けるのだろう。ステージの光とともに、二人の未来を重ねながら。さて今回はですね、短編小説「ステージの光とスケッチブック」から一部を取り上げて深く見ていきたいと思います。はい。主人公は、竹内美智子という若いイラストレーター。21歳でしたっけ？そうです、21歳。彼女がある種の匿名性を保ちつつライブハウスで活動してるんですね。えでそこで出会った高校生バンドのベーシストとの、予期せぬ恋の始まりが描かれています。アートと音楽がそのちょっと年の離れた2人をどうつないでいくのか、そのあたりを探っていきましょう。匿名の情熱がですね、直接的な、もしかしたら人生を変えるような出会いにつながるかもしれない。そこがなんかすごく興味深いですよね。でこの美智子さん、ペンネームはライブハウスのイラスト屋。はいはい。SNS で活動していて、地元の春日井市っていうライブハウスに出入りしてる演奏者のスケッチをアップしているんです。フォロワーも結構いるんですよね。そうなんです。5000人超え。だからある意味ちょっとした有名人。でも正体は秘密と。そこがミソですね。その匿名なんだけど現場ではあの絵を描いてる人かなみたいに認識はされてるかもしれない。その重要性が面白い。ある金曜の夜、彼女はベテランバンドと、あと初めて見る高校生バンドトワイライトのライブに行くんです。トワイライト。そこでベースを弾いてた黒髪の少年音羽玄太、彼の演奏に心をつかまれちゃうわけです。荒削りだけど力強いみたいな。まさに思わず夢中でスケッチして、誰この子って。そこで音楽の衝動が直接彼女の創作意欲に火をつけたと。そういうことですね。そしてそれが次の展開への、引き金になる。ここが重要なポイントだと思いますね。でそのスケッチを SNS に投稿したら、はい、なんとその玄太本人から DM が来るんですよ。おー、すごい展開。俺あなたのファンなんですとか、この絵俺ですよね、嬉しすぎますみたいな、もうすごい興奮が伝わってくる。デジタルならではのスピード感ですよね。アーティストとその描かれた対象、ファンっていう関係性が一瞬でつながってしまう。ある意味現代的な出会い方と言えるかもしれないですね。それで次のライブで直接会うことになるんです。ドキドキしますね。でも会ってみたら玄太くんは思ったより人懐っこくて。そうなんですね。なんか犬みたいな笑顔の普通の高校2年生。ステージでのちょっと尖った感じとは違って。なるほど。そのギャップが逆に良かったのかもしれないですね。かもしれませんね。最初のイメージとの違いが親近感を生むきっかけになったというか。そこからライブのたびに、自然と話すようになって、お互いの名前も知って、練習の話とか、なんか文化祭の武勇伝とか、
そういう高校生らしい無邪気な話に美智子もだんだん心を開いていくんですね。最初は匿名アーティストと被写体だったのが、ちゃんと竹内美智子と音羽源太っていう小太鼓の関係に変わっていく、その過程が丁寧に描かれてる。そして数回目のライブの後ですよ。源太がいきなり真顔になって、来ましたか？俺竹内さんのこと好きです、俺と付き合ってもらえませんかって。うわー、直球。すごいストレートですよね。いやー、若さですね。でも美智子さんとしてはこれは困るというか。そうなんです。年齢差やっぱり気になりますよね。社会人と高校生。年なんて関係ないっすって源太は言うんでしょうけど、美智子はやっぱり現実的な問題を考えちゃう。世間体とか将来のこととか。そうそう。単に何歳差っていう数字だけじゃなくて、ライフステージが全然違うっていう、そこが大きい壁ですよね。でそれから数ヶ月経つんです。はい。その間に源太のバンドトワイライトは目覚ましく成長して、彼のベースもなんていうか、バンドをしっかり支える、観客を熱狂させるような力強さが出てくる。なるほど。その成長ぶりを美智子も目の当たりにしてるわけですね。何か感じている様子なんです。彼のその音楽家としての成長が人間的な魅力としても美智子に改めて映っている。それに最初の告白から時間が経ったことで、彼の本気度みたいなものも伝わってきたのかもしれない。そしてあるライブの終演後、公演に呼び出されるんです、美智子が。再び。源太は今度はもうさらに真剣な表情で再び告白するんです。今度はどういう言葉で？告白は3回目だし、今度こそ逃げないで答えて、俺と付き合ってほしいって。うわー、覚悟が決まってる感じですね。彼のその粘り強さというか真剣さが美智子の心の壁、特に大人としての理性みたいなものを少しずつ溶かしていく。もうここで彼女は自分の気持ちと向き合わざるを得なくなるわけですね。それで源太が俺のこと嫌いって聞くんですよ。確信を尽くし質問。それに対して美智子が嫌いなわけないじゃんって。そしてついにためらいながらもって受け入れたんですね。静かですけど、でもすごく決定的な習慣ですね。いろんなためらいとか不安とか理性を乗り越えて自分の感情を選んだと。そうして2人は恋人同士になるんです。美智子はライブハウスに通い続けてスケッチも続ける。でも描く対象はもう気になる演奏者じゃなくて、はっきりと恋人音羽源太へ変わっていく。なるほど。ステージの光の中で彼の笑顔を描き続ける未来を予感させて、物語はそこで一区切りという感じです。いい終わり方ですね。今回の物語を振り返ってみると、やっぱり共通の情熱、この場合は音楽とアートですけど、それが予期せぬ形で人を強く結びつけて、年齢とか立場とかそういうためらってしまうような壁を乗り越える、そのきっかけになる力があるんだなと、そんな可能性を見せてくれた気がしますね。本当にそうですね。あなた自身の経験の中でも何か趣味とかすごく好きなことがきっかけで思いがけない人とのつながりができたり、何か新しいチャンスが生まれたりしたことってありませんか？ありますね。確かに日常の中にも案外こういうドラマの種っていうのはたくさん書かれてるのかもしれないですね。そして最後に一つ皆さんに考えてみてほしい問いがあるんです。この物語は2人が付き合い始めたところで終わっていますよね。でも社会人と高校生というやっぱりライフステージが違う2人がこれから関係を築いていく上でどんな喜びがあるのか、そしてどんな困難が待ち受けているのか。確かに共通の趣味、音楽というつながりだけではもしかしたら乗り越えられない壁もきっと出てくるはずですよね。そうですね。現実的な問題はいろいろありそうです。その先に待ち受けているであろう具体的な喜びとか、あるいは困難とか、それを想像してみるのもこの物語の続きを豊かに考える上で面白い問いなんじゃないかなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。美智子のプロフィールはこちらです。趣味はライブ鑑賞。21歳のイラストレーターです。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に
この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。